最近リードを調整されていない方が意外に多いことを知りました。私は学生の頃から自己流でリードを調整しており、調整するのが普通だと思っていました。自己流ですが、リードの選定、リードの調整をどのように行っているかをまとめてみました。根拠がない感覚論や経験値ですので、間違っていることもあるかと思いますが、平にご容赦いただきたくお願いいたします。前編、その1、箱買いリードの選定で、2枚のならないリードを選定しました。本後編では、このならないリードをなるリードに調整します。マウスピースの個体ごとに特性が異なるため、私はマウスピースごとにリードを調整しています。今回はサックスワークス用、クラウドレイキー用に各1枚ずつ調整します。選定の結果から、サックスワークスは2番目、クラウドレイキーは5番目のリードが合っているようです。選定時の評価を見ると、サックスワークスは調整量が少なく、クラウドレイキーは結構な調整が必要になると思います。選定時の評価内容をおさらいすると、サックスワークスは低音域を少々調整する程度で大丈夫そうです。クラウドレイキーはあまり感触が良くなかったので、全体的な調整が必要になると思います。もちろん調整前になりの状態を再確認し、どのように調整するかを考えます。調整の順番としては、リードの調整内容にもよりますが、基本的には低音域、中音域、高音域、プラジオで実施し、最後に仕上げを行います。プチ。そういえば、リードってブランドごとで形が違うはずだけど、全部同じ調整方法なの？はい、そうです。リードはメーカーやブランドごとでカットが異なり、アンプの形状が違います。強いて言えば、リード素材そのものの特性もあり、形状は同じでも1枚ずつが微妙に異なっています。基本的にすべてのリードで調整方法は同じですが、個々のリードの違いを理解しておく必要があると思いますので、先にリードのカットの違い、リード調整の考え方を説明しておきます。プチ。ちょっと解説です。リードは複数のメーカー、ブランドがあります。かなり大雑把に言えば、アンプの形状、削り方に違いがあり、ハートの位置、形状、大きさ、及び厚みに差があります。各ブランドのリードは、この差で、その特性を変えています。同じ硬さのリードでも、硬い、柔らかいという差分もあれば、レスポンスが速い、遅い、粘りがある、ない、など、様々な差があります。使用するリードのメーカー、ブランドを選ぶということは、このちょっとした差を感じ取って選んでいるということだと思います。左の図4枚のリード、すべてカットが異なっていますが、わかりますでしょうか？同じ硬さでも硬い、または柔らかいと感じるブランドがあると思います。また、同一ブランドは同じカットですので、硬いはあまりしならない。柔らかいはよくしなる。というリード素材そのものの特性になります。硬い、しならないリードは薄くすることで柔らかい、しなるようになり、削る調整により使用できるリードにすることができます。なお、リードを削るという調整で柔らかいリードを硬くすることはできません。柔らかいリードを硬くする方法は後述します。じゃあ、硬いリードは薄く削れば良いってこと？削るは正解なのですが、薄くするは若干意味合いが異なってきますね。単純に薄く削る場合、なる状態にはなりますが、迷路、水槽間コントロール性を損なってしまい、使えないリードとなってしまう可能性が非常に高いと思います。全体的に薄く削る場合、ハートのあたりを低くするように削ると思いますが、各リードは迷路、水槽間コントロール性をアンプの形状で変化させています。このため、単純に薄くするは、アンプの形状が変わってしまい、迷路、水槽間コントロール性を損なうと思います。リード調整は皆さん独自の調整法を見出されているかと思いますが、ケースバイケースで部分的に調整されているものと思います。私の場合ですが、次の方法でリードを調整するようになりました。これは経験値ですので、正しいか否かは判断できませんが、一つの手法としてご参考になればと思います。私の調整法はハートの位置を下げるという手法です。簡単に言えば、ハートの位置を下げるは、ハートの高さを低くするではなく、極力、ハートの形状を保ったままヒール側へ移動させるということです。こんな感じですね。左の図、ハートの位置が下がっていると思いますが、リードの等高線も同様に下がっているってわかりますでしょうか？同じ形状を保つのは非常に困難ですが、この意識で調整を行うことが非常に大事だと考えます。つまり、削って薄くするという考え方ではなく、削ってハートの位置を調整するという考え方です。
ちなみにこの考え方を応用すれば簡単にできる調整方法があります。リードをマウスピースにセットする位置を変えることで若干の硬さ変更は可能です。私は演奏時に少し吹きにくいと感じた場合はこの調整方法で対応しています。通常時はマウスピースとリードのティップがぴったりまたはリードが少しだけ出ている状態です。少し硬いと感じる場合はリードを下げてセットしマウスピースのティップが見えるようにします。これによりハートの位置が若干ヒール側に移動します。逆に少し柔らかいと感じる場合はリードを上げてセットしリードのティップがマウスピースのティップよりもはみ出すようにします。これによりハートの位置が若干ティップ側に移動します。この対応は若干の硬さ微調整であり、調整できるのは硬さのみです。なお変更量が多いとリードのコントロール性やタンギング、音色などに影響を及ぼしますので可能な調整量は限られます。まあ演奏中に実施可能な緊急微調整ですね。説明は以上です。プチ。ただ削るだけではそのリードの良さがなくなってしまうってことなのか。ハートを意識して調整するっていうのが大事なのね。プチ。では実際にリードの調整に移ります。最初はサックスワークスの方から。サックスワークスは低音域の調整がメインになりますが、低音域を調整すると中音域の吹きやすさも変わってしまいますので、このあたりが要注意です。では始めます。まずは調整前のリードで何が良くないかを確認します。メーナルトのスーパーバランスドアクションです。低音域でリードが鳴ってないですね。中音域はまあまあです。高音域も割合となってます。ということで低音域の調整がメインになります。低音域の調整は非常にアバウトですが、図で色のついたあたりを調整します。これは経験的な感覚ですが、低音域はサイドを重点的に削ります。ハートの後方を削ると中音域の鳴りへの影響が大きくなります。削る方向はバークからティップへの片方向のみです。ハートはアバウトですが、このあたりになります。プチ。そういえば、ハートってどういう形状か光にかざしてみるんですよね。これは難しい質問ですね。多くの皆さんはこのように光にかざしてハートの位置を確認しているのではないでしょうか。プチ。リードを光にかざすと光の透過具合でなんとなくリードの厚さがわかるかと思います。これは現在使っているサックスワークス用のメインリードです。先ほどなんとなく厚さがわかると言いましたが、黒く見える部分がハートであるという意味ではないからです。リードのカットは機械的に均一に行われますので、新品で左右対称でない部分的に透過具合がいびつなのはリードの背にの密度の差になります。こちら、右はセンテージ30丸の10番、左は20丸の1番同じカットのはずですが、全然違いますね。つまり光に透かしてもよくわからないってことだと思います。プチ。光に透かしてもわからないってこと。じゃあ、どうやって確認するの？光に透かすは補助的な確認で、やはり指で触って確かめる、実際に吹いた感触から理解するが良いかと思います。大手メーカーはネットでカットの形状を公開してますので、こちらも参考になります。ハートの確認って難しいのね。では、続きを。プチ。低音域で中音域への影響を少なくするため、ハートよりヒール側のサイドを中心に削ります。光にかざして厚さが違うって思ったら厚いと感じる方を多く削ってしまいますよね。なので光にかざした結果はあまり考慮せず、左右同じように削ります。あまり力を入れずに削ってます。1回あたりでは最大でもこの程度の削りカスです。もちろん削りすぎた場合、元には戻りませんので、慣れるまでは少しずつ削って確認をする方が間違いがないです。では、確認してみます。低音域
期は鳴り出しました。もう少しですかね。ちょっと中音域とのつながりが良くない感じがします。中音域から高音域へのつなぎがスムーズでなくなりました。これは後から調整します。もう少し低音域を調整します。ハートの後ろを削って低音域から中音域の鳴りがスムーズにつながるようにします。私の場合ですが、ハートの後ろ側のバンクの角度が均一でないと低音域から中音域へ切り替わるときに音色にムラが出てしまいます。リードのカットもそうですが、アンブッシュの仕方によっても調整するポイントは変わってくると思いますので、あくまでも参考です。経験値からこんなくらいです。先ほども述べましたが、削りすぎた場合、元には戻りませんので、慣れるまではちょっとずつ削って確認をする方が間違いがないです。低音域の鳴りとつながりが良くなりました。もうちょっとかな。中音域から高音域への影響が強くなってしまいました。これも後ほど調整します。もう少し低音域から中音域部分を調整。いい感じ、もう少しって感じですが、低音域はここで止めます。後から仕上げで少しだけ削りますので、その分を考慮します。次に中音域を調整します。中音域から高音域部分なんか良くなりました。高音域からプラジオのつなぎが良くないです。これは高音域の微調整で修正しますね。中音域はハートをちょっとだけ後ろにずらします。中音域、良いです。低音域への影響もありません。中音域はこれで止めます。続いて、高音域。プラジオとのつなぎ部分が厳しいです。高音域を若干落とします。高音域はこの辺りになります。本当にちょっとの差ですので、ちょっとだけ落とします。ちなみに、リップは絶対に削ってはダメです。歯切れ良さがなくなり、音色に締まりがなくなってしまいます。私は特殊な場合を除いて、先端の5ミリは絶対に削らないです。これくらいです。低音域から中音域、中音域から高音域はスムーズです。若干高音域が厳しく、プラジオとのつながりが悪いです。もう少し高音域を落とします。
フラジオは鳴ってくれてますので、調整不要です。若干高音域とのつながりが、もうちょっと、かな。迷うところですが、最後の仕上げで若干削りますので、念のため、ここで調整を止めます。最後の仕上げですが、バンプ面を逆向きに軽く撫でます。毛羽を取る程度です。毛羽なので、この程度です。また、フェイシング部分を軽く削ります。ここを削ると、マウスピースとの密着度が良くなり、音色が格段に向上します。どの程度削るかは経験値ですが、面全体で均等に削りカスが出る程度です。今は仕上げで削ってますが、硬すぎて全然ならないリードの場合、先にフェイシング部分をがっつりと削ってから調整することもあります。その方がバンプを削る量が少なくなり、バンプの形状を保ちやすいと思います。これが最後です。私のおまじないです。理由は全然わかりませんが、ヒールを軽く削ると、なんとなく音の抜けが良くなるような気がします。これくらいです。では、調整の終わったリードを確認します。おー、いい感じ。あとは、ちょっとリードを鳴らせば OK ですね。調整前はこんな感じ、比べてみてください。違いがわかりますでしょうか？調整後の音色は私の好みなので何とも言えませんが、リードがよく振動しているってことはわかるかと思います。参考までに、サブアルトのアメセルバランスドアクションではこんな感じです。スーパーバランスドアクションで調整したので若干ヒーリングが良くないですが9大点です。調整が終わりましたので印をつけます。サックスワークスの頭文字 SW を記入します。続いてクラウドレイキーの調整をします。選定時の評価を再確認します。クラウドレイキーは右側2つメイン、サブとも三角の評価です。割合とがっつりめの調整が必要です。まずは調整前のリードの確認をします。
全体的に硬いです。アンプッシュをかなり強めてもリードが鳴ってくれないです。硬いだけではなく、繊維がしなりにくいですね。印象としては1番手くらい硬いリードの感じです。低音2期から中音2期は同じような感じですので、最初は軽く当たりが出るまでハートを下げます。中音2期を中心に低音2期のサイドも含めて全体的に多めに削ります。ハートはこのあたり。多めに削るって言いましたが、多分ハートの移動量は 0.1 ミリから 0.2 ミリくらいだと思います。削りすぎは NG なので削りすぎないよう少しずつ削って確認をしていきます。結構削りました。通常の調整の3倍くらいは削ってます。一旦確認します。ちょっと当たりが出てきましたが、まだまだです。追加で普段の1回あたりの調整量くらい削りました。当たりは出始めていますが、まだまだですね。鳴り始めました。高音域とのバランスも確認しながら進めます。高音域も硬いです。中音域とのつながりも考慮して削ります。ハートの立ち上がり部分の角度が滑らかになるようにします。低音域、中音域は割と良くなりました。高音域とのつながりも見て、中音域をもう少し調整します。
中音2期はここで止めます。次は高音2期からフラジオです。音のつながりは良いですが、少々硬いですね。ちょっとだけ落とします。もうちょっとかな。まあ、これくらいかな。仕上げを考慮して、ここで止めます。では、仕上げをします。先ほども言いましたが、フェイシングは左右均等に削りカスが出る程度に軽く削ります。アンプの毛羽を取ります。方向は逆方向です。最後に、おまじないのヒールです。調整後の確認です。当たり、鳴りは出ましたが、ちょっと明度が良くないですかね。もう少し雑味が欲しいとこです。では、調整前と比べてみます。全然違うのがわかりますね。参考で、サブのバランスドアクションです。ちょっと聞きにくいですが、こちらの方が雑味があっていい感じかもしれません。調整が終わりましたので、印をつけます。クラウドレイキーの頭文字 C を記入します。2枚の鳴らないリードを鳴る状態に調整しました。調整したばかりですので、しっかりと鳴る状態にするには、リードを馴染ませていく必要があります。もちろん、現時点で実戦投入可能なレベルにはなっています。サックスワークスはメインリードにする可能性はありますが、クラウドレイキーは明度的にメインリードにはならないと思います。また、別の日に確認して何度か微調整を行うことになりますが、調整の基本は同じです。以上で、リードの調整は終了です。前編のリードの選定も、すみません、柔らかいリードを硬くする方法を後でと言っておいて忘れてました。プチ。
これはリードカッターというツールです。リードの先端ティップを若干量カットするものです。へたり気味のリードを復活させるときに使用しています。リードをセットし、角度、カット量を調整します。使用法は説明書に詳しく書いてあります。1メモリで 0.1 ミリのカットができます。0.1 ミリはこれくらい、これで結構吹き心地が変わります。ティップをカットすることでハートが若干量ティップ側へ移動することになります。説明は以上です。プチ。以上でリードの調整は終了です。前編のリードの選定もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。